待望の機能ですね、本当に。はい、皆さんこんにちは、ガジェログです。今日はついに到着しましたこちらレドミースマートバンドプロですね。前々から動画の方でこのレドミースマートバンドプロがどんなスペックになっているかということをご紹介しました。そのスペックを見る限りでは非常に期待が持てるモデルになっていましたね。ですので本当に今これ開封して実際に中身を見てみるっていうのが非常にワクワクしています。まず箱の方をちょっと見てみたいと思いますけども、 1.47 インチのディスプレイですね。アモレット書いてありますね。そしてSPO2 の計測ですね。そしてこちらは100種類以上のスポーツモード、そして2週間のロングバッテリーライフ、そして GoATM の防水機能、耐水ですね。そしてマグネティックチャージ、磁石を用いた充電機能、そしてスリープトラッキング、睡眠継続ですね。そしてオールウェイズオンハートレートモニタリング、心拍数の常時計測にも対応しています。そして待望のね機能ということで、ここには一切書いてありませんけども、オールウェイズオンディスプレイですね。AOD が対応しているモデルになっています。どんな感じなのかっていうのが非常に楽しみですね。これから開封してその中身を見てみたいと思います。では早速ですね、本日も行ってみましょう。この箱を見ていただくと分かるんですけども、ほぼミースマートバンドの箱の中身っていう感じですね。一見するとここにミーバンド6とかね5が入ってそうですけども、これが本体ですね。まず付属の品の方をねちょっと見てみたいと思います。この箱の横にマグネティックチャージですね、充電のケーブルが入っています。こういった感じなんですね。そしてこちらはタイプ A の USB になっています。こちらはユーザーガイドだと思います。なんと日本語の説明がありますね。保証の説明って書いてあります。保証の内容についてちゃんと書いてありますね。その URL に関しては me.com jp ってついてますので、おそらく今後日本でも発売される可能性が非常に高いということになりますね。ではですね、いよいよパッケージの方を開けてみたいと思います。いやー、待ちましたね。はい、よいしょ。出てきました。いいですね。もっと四角い感じ、スクエアな本当エッジが立っているような感じがすると思ったんですが、結構パッと見丸いっていうか丸みがあるなという感じがします。そして横から見てみたいと思いますが、こう見ると結構フラットディスプレイになっています。そして斜めから見てみますと、このようなちょっと丸い形状になっています。肌にね結構密着しやすいような感じになってますね。そしてこの内側のところを見てみますと、内側のところを見ますとレドミーと書いてあります。で持った感じですね、ファーウェイバンド6と同じぐらいの重量があるなという感じがします。重さを測ってみたいと思いますね。今0表示にしましたね。レドミースマートバンドプロの重さを測ってみたいと思います。バンド込みの重さで 26g になっていますね。そしてちょっとバンド変えてしまっているんですが、もう持った感じでファーウェイバンド6の方が重いなっていうのは分かります。 32g になっていますので、バンドは違うといえども 6g ぐらい軽くなっていますので、だいぶやっぱり持った感じの違いっていうのは感じました。最初に持った感じ、軽っていう感じがすごいしました。こちらのちょっと形をね比較してみたいと思いますね。左側がファーウェイバンド6で、こちらがレドミースマートバンドプロになります。ではまず正面からのサイズ感を見てみたいと思います。ほぼ一緒ですね。そして横からですね、こう見ると結構違いが分かりますね。やっぱりこちらのレドミースマートバンドプロの方がやや小さいっていうか薄いっていう感じなんですかね。パッと見は小さい感じがします。分かりますかね。こう見ると分かるかな。こういう感じですね。ファーウェイバンド6は画面は若干ですね湾曲しているんですけども、スマートバンドプロに関してはフラットになっています。で厚みもですね、一番その厚いところで比べれば同じぐらいかなという感じがしますけど、ややこちらの方が小さめになっている感じがします。それでですね、このバンドなんですけど非常に付け心地がいいというか付けやすいバンドになっています。ミースマートバンドでもねこの形状を採用していますけども、本当にこのバンド付けやすいと思いますので、ちょっと付けてみたいと思います。よりあれですね、軽さが感じられます。何なんでしょう、すごい付けやすいですね。今ちゃんとねはまりました。このように非常に秀逸ですね。付けやすさはバッチリあります。はい、ということでですね、この USB を使って電源を入れてみたいと思いますけども、こちらのチャージですね、ここの部分を通電させることによって初めて電気が入る仕組みになっているようですので、
やってみたいと思いますね。こちらねモバイルバッテリーがありますね。これをですねちょっと5アンペアの方に挿したいと思います。そしてはい、こちらの方につけました。これから電力供給をしてみたいと思いますね。ここのボタンを押すことによって通電することができます。では押してみたいと思います。これランプがつきましたね。あ、来ました。あ、逆でしたね。じゃあこれ外したいと思います。初めて通電することによって電源が入る仕組みになっています。綺麗ですね、パッと見。では日本語が対応しているかどうかも確認してみたいと思います。イングリッシュありますね。あったー、日本語ありましたよかった。じゃあタップしてみたいと思います。そして Xiaomi Wear というふうに今出てきました。Xiaomi Wear とリンクしてくださいということ、ペアリングしてくださいということになりますね。今ね各種設定が終わりましたら、こちらの Xiaomi Wear の方の項目がいろいろ変わりました。ではこれからしばらく使ってみてどうかっていうことですね。非常に楽しみです。はい、あれからですね一晩経ちました。そして少しねウォーキングも兼ねて外を少し歩いてみました。今ここにね出ていますけども、これ何かわかるでしょうか。これがですね常時表示ディスプレイですね。いわゆる AOD と言われるものです。どうですかね。非常にこれ発色が良くて見やすいと思いませんか。今ちょっと近づいていますけども、すごいですよね。真っ黒いディスプレイですね。ここは発光していない部分になりますので本当に真っ黒ですね。そして時計の部分と曜日と日付の部分だけ本当に最小限なんですけども有機 EL ディスプレイになっていますので、そこだけ発光することによって最小限の電力で AOD を実現しています。めちゃくちゃ見やすいんですよね。これ屋外でも相当見やすかったです。日差しが当たっているところでもめちゃくちゃ見えまして、全然明るさはですね実は自動調整もついているので、どれぐらいこう明るくなっているのか暗くなっているのかっていうのはその調整具合ちょっとまだよく分かりませんけども、十分見えやすかったです。屋外でも本当にはっきり見えました。そしてですねダブルタップしますと、これも文字盤デフォルトのものの中で、ダウンロードして使ってるんですけども、これもかなり見やすかったですね。やっぱり自動明るさ調整機能がついているっていうのがかなり効いているのかなという気はします。それでですね AOD に関しましては部屋を暗くした状態で結構それでも眩しいぐらい明るかったです。やっぱりこの白い部分っていうのが自発光しているわけですね。アモレットっていうのは自発光していますので、この白い部分が結構眩しかったなという気がします。これはかなり贅沢な悩みなんですけども、夜はもう少し暗くなってもいいかなというふうに気がしました。そしてですね別の部分で気づいた点ですけど、まだ24時間経っていないっていうのもあるんですけども、一晩経ってバッテリーの減りは 100% のままですね。睡眠計測もしていますし、心拍も動いてますし、寝てる間ですけども SPO2 の計測もしているんですけども、それでもまだ全然減らないんですよ。すごいですね。さらにファーストインプレッションで気づいた点ということなんですが、ディスプレイがとても綺麗ということですね。この文字盤もはっきりして相当コントラストが高いので相当見やすいんですよね。そして先ほどもお伝えしましたように日差しがあるような状況でも見やすかったです。ただしまだ時間が早いので、朝の日差しでしたのでね、直射日光が直接ここのディスプレイに当たっていった状況ではなかったので、また今後それは検証していきたいと思います。そしてファーストインプレッションとして気づいた点で良かった点なんですけども、バンドがやっぱりつけやすいという点です。このバンドも実は交換してしまってます。そしてバンドがねつけやすいとお伝えしましたけども、その理由なんですけども、ミーバンドでもともとこのバンドは対応されてきた形状になっていますので、こうしてここをねこういう親指でこういうふうに締める感じですね。そして押し込むだけなっていますのでめちゃくちゃ楽です。これはやっぱりちょっと顔を洗う時とか洗い物する時に外してまたつけるっていう時の手間が相当ストレスなくなりましたね。そしてあと良かった点は軽いですね。本当に数グラムの差なんですよね。ファーウェイバンド6は 32g ぐらいでしたね。そしてこちらは 26g ぐらいになっています。ですのでだいぶその 6g の差っていうのはないかなと思いつつも、つけてみるとやっぱり軽いなという気がします。ただですね
やっぱりもうつけてしまって慣れてしまうと、別にファーウェイバンド6自体重いと思ったことはありませんのでこれをつけたからといってだいぶ軽くなったなっていう、そういうのはないですね。腕の疲れが軽減したとか、そういうことはまた全然感じることはありませんが、もしかしたらその 6g の差っていうのはじわじわと出てくるのかもしれません。それも今後見ていきたいと思います。というわけでですね、今回ファーストインプレッションとしてこの Redmi Smart Band Pro をご紹介しました。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひチャンネル登録をこの機会にお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。今 AOD ちょっと動きましたね。